皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。このチャンネルでは、ゆっくり優しい日本語でいろいろなテーマについてお話ししています。今日は朝活について話します。皆さん、朝活って聞いたことありますか？朝活というのは、朝早く起きて勉強したり、運動したり、自分のための時間を作ることです。ちなみに朝は morning、活は活動の活で activity という意味があります。なので、朝活は morning activity のようなイメージです。私はこれまでずっと朝活をしたかったんです。でもなかなか朝起きられませんでした。でもこの前、なぜか朝5時に目が覚めました。いつもなら絶対に二度寝するんですけど、その日は二度寝せずに起きてみました。二度寝というのは、一回起きたのにもう一度すぐに寝てしまうことです。起きてからまず歯を磨いて顔を洗いました。そして温かいお茶を飲みました。その後、フォームローラーでストレッチを7分くらいしました。体が温かくなって目がちゃんと覚めました。その後、アパートの勉強スペースに行って韓国語を1時間半くらい勉強しました。朝の勉強スペースは誰もいなくて、こんなに静かなんだとちょっとびっくりしました。すごく集中できました。その後、ウォルマートに行って食材の買い物をしました。食材は料理に使う材料のことです。いつもは混んでるのに、朝7時半はほとんど人がいなくて、レジも並ばなくてよくて、得した気分になりました。家に帰って朝ごはんを食べました。オムレツを作りました。いつもは朝ごはんを食べる時間がありません。でもこの日はゆっくり食べることができました。そしていよいよ仕事をスタートします。私の仕事はオンラインで日本語を教えることです。この日は9時からレッスンを3つしました。レッスンが終わってからお昼ご飯を食べて少し休んでからジムに行きました。ジムの後も3つレッスンをしました。その後、今度は自分が学生として韓国語のレッスンを受けました。私は週に1回韓国語のレッスンをとっています。少しずつですが話せるようになってきました。その後、夜ご飯を食べて、最後にもう一つ日本語のレッスンをしました。この日は全部で7レッスンあって、少し忙しい一日でした。でも、久しぶりの生徒さんにも会えて、
いろいろな話ができて、とても楽しかったです。ここからは朝5時に起きて何が良かったかを話します。一つ目は、普段やりたくてもできないことがたくさんできたことです。運動や勉強など、いつも後回しにしてしまうことを仕事の前にすることができました。同じ一日なのに少し長くなったような感じがしました。二つ目は、あまり疲れなかったことです。いつもはレッスンが3つ続くと少し大変だなと思うこともあります。でもこの日は朝からしっかり動いてご飯も食べたのであまり疲れませんでした。3つ目は誰にも邪魔されないことです。一人で静かに勉強したり、空いているスーパーで買い物をしたり、自分の時間をゆっくり過ごすことができました。朝活をすると途中で眠くなってしまうんじゃないかなと思って、今まであまりやってきませんでした。でも実は逆でした。自分の時間が増えて余裕を持って一日を過ごすことができます。余裕というのは時間や気持ちに少し余りがあってリラックスできることです。たくさん動いて頭も使うので全然眠くなりませんでした。そして夜はしっかり眠くなってその日はぐっすり眠れました。皆さんは朝何時に起きますか？朝活をしていますか？ぜひコメントで教えてください。私もこれからも朝活を続けていきたいです。今日も聞いてくれてありがとうございます。またねー。